はい、こんにちは、小林邦洋です。今回は私の世界一周で利用した各地のホテルご紹介編でございます。実際にはね、今回タイのバンコクだけは特別編という形にさせていただいたので、それ以降という形になりますが、ただいま私はパキスタンのカラチジンナー国際空港におります。今回のこの世界一周ホテル紹介編はここカラチからスタートという形になります。中東、アフリカ、南米、いろんなところが登場いたしますが、ぜひね、皆さんのね、旅先のホテル選びの少しでもご参考になれば嬉しいなというところでご紹介してまいる次第です。ぜひ最後までお付き合いください。このチャンネルは私小林邦弘が月に1回世界一周しながら現地で見たこと、学んだこと、こういったことを旅やビジネスを切り口にご紹介しているチャンネルです。世界に興味あるよとか、世界のリアル知りたいという方いらっしゃったらぜひポチッとチャンネル登録いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それでは世界一周ホテル紹介編スタートです。さあというわけでですね、今回のホテル紹介編、ここパキスタンのカラチからスタートでございますが、まず最初カラチでステイするホテルはですね、アバリタワーズというホテルでございます。私の経験で申し上げると、カラチで日本の人が安心して泊まれるホテルはですね、4つか5つありますね。ムーベンピックとかシェラトンじゃないマリオットとか、あとなんだっけな、パールコンチネンタルとかね、いくつかあるんですけど、そのうちの1つですね、アバリ。まあまあ似たとこってところなんですけど、なんかね、アバリ妙に中をリノベーションしてる記憶がかつてありましてですね、なのでそこに泊まることが最近は多いかな。以前はねムーベンピックが多かったんだけど、というわけで今カラチ名物の渋滞の中をね、街の方へ中心部の方へ向かってますが、はい、そんなわけでまずね、アバリタワーからスタートでございます。さあようやく近づいてきて、今見えます？右側のね、アバリタワーっていうふうに書いてあると思うんですけど、こちらがですね、目的地のホテルでございます。近づいてまいりました。そう、今だからパートナーとも話してたんですけど、アバリ、ムーベンピック、パールコンティネンタル、そしてマリオットね、やっぱこれが今カラチのトップ4って感じですね。つまりどういうことかって言ったら変化がないってことで着いたかな。着いたけど、ここはパキスタンですからね、当然ホテルに入る前に厳重なセキュリティチェックがあるのではないかというふうに思います。But security check is more easier. Yes. あれ、前と比べるとでもだいぶセキュリティも緩くなったね。前の方がもっと頑丈とか厳重だったんだけど。時代は変化してんのかな。ね、こちらアバリタワーズ到着でございます。さあ、うわ、懐かしいね。こんな雰囲気だったかも。確かにちょっと先に回ってみましょうか。ここがそうレストランなんだよね。朝食は確かここで食べるんじゃなかったかな。そしてこの先がプールかなんかがあるんじゃなかったかな。空いてるかな。ちょっと行ってみましょうか。ここがね、そうプールがそんなに開放感とかあんまり綺麗かって言われると微妙だけどね、檻に囲われた安全なプールがあるというような形ですかね。はい。というわけで、何階ぐらいあるんだったのかな、ちょっと覚えてないけど、結構お部屋からの景色も良かった記憶があります。よいしょ。
さあ、とりあえずチェックインしましょうか。Hello. Good, good. Thank you. おじさんがどうしても荷物運ばせてくれって言うから、コンタはわかるんだけど。ああ。Good, good. いいじゃん。お、アップグレーディッド。あら、これ何スイートっぽい感じ？で、こっち側がああ、very nice. Thank you, sir. Thank you, sir. ああ、で、ここがベッド。And here's the toilet. Yeah, yeah, big one. あら。Yeah, one this. ああ、I see. あ、十分、十分。Quite nice. Quite nice. Thank you, sir. Okay, thank you very Thank much. you, sir. And this side is like a Yeah. relaxing space. Yes, yes. ここはだからSeat, ソファーと。 some drink, everything. Is まあ大体こういうとこ使わないけど。Do you have a bottle of water? Yeah, yeah, bottle here こ inside. こはこっちは何かあるの？こっちは何もないんだ。あ、here. This is free. Yeah, this is, but room is this your Uh-huh. is complimentary. Ah, But okay. You upgrade, so you would charge. Ah, I understand. You don't have any free water. Free water here, yes. Free water is Where? Free water here, here. I think it's free water. どこ？あ、ここにあんの。 This, あ、this is a free water. this is free and this is charge. Mini Okay. watt charge, mini watt charge. Yes. Understand. Okay, thank you very much. Thank you. Okay, yes. Thank you. 分かってるよ。Thank you very much. はあ、1ドル渡したら解放してくれました。悪くないですね。そう、このホテルはね、結構綺麗なんだよね、パキスタンにしては。どうやって作るんだろう。あら、ちょっと暗いかな。で、なんか、ちょっと電気はよくわからないんですけれども。まあ、とりあえず、そんなわけで、ね。まず最初、この部屋なら快適に過ごせそうだなって感じですかね。はい。一応明日、朝食も予定しているので、その模様もね、やっぱりパキスタンのホテルの朝食どんな感じかきっと皆さんご興味あるんじゃないかなと思うんで、その模様もね、ちょっとお届けしようと思います。はい。というわけで、とりあえず初日は以上でございます。お疲れ様でした。おはようございます。パキスタン・カラチの朝でございます。朝食の時間なんでね、そろそろちょっとレストラン行こうかなってとこなんですが、本音のところで申し上げると胃がもたれて全然食欲ないんで、まあお茶ぐらい飲もうかなというところなんですけども、まずはね、カラチの朝の景色ご覧いただきましょうか。ちょうどね日が出てきてこんな形でございます。まあカラチっていつもこんな感じでね、もやーっとしてて、まあなんていうのかな、スモッグっていうか、でその中でこう日が出てくるようなね、そんなような形ですかね。もうちょっとするとね、多分ね、今見てる下の幹線道路も多分大渋滞が始まったりすると思うんですけれども、なんだろう、久しぶりに来たカラチですけど、街は変わらんね。変わらないっていうのは若干ネガティブですよ。経済的な発展、まあここの国もね、政治的にいろいろ難しいところがあるんで、経済的に微妙な状況が続いてるなというようなのが、まあ街を眺めてても感じるところですかね。さあ行きましょうか。今日はちなみに2024年2月14日だけど、バレンタインデーだからハートなのかな、ちょっとわかんないけど。Morning. Good morning. How are you? 1615? 1615. Welcome. Thank you. ああ、そう、ほんと変わらん、この辺の雰囲気。Morning.
ね、昨日もちらっとご覧いただきましたけど、もうワンフロア下はプールがあるというような感じですね。カラスがいっぱいいるけど。一応どんなものあるか見てみましょうか。フルーツね。あとはなんだろう。どっちかっていうとやっぱりイングリッシュ系の朝食になるのかな。ね。でこっち側はブレッド系があって、春はってなんだっけな。あ、デザートか。ジュース。そしてこっちはパキスタン料理って感じ。ナン。あとはカレー系ね。はい、というような感じですかね。あんまり食欲ないんで、チョコクロワッサンと紅茶という形にします。まあ相応の味ですミルクぐらい入れとこうかね。まあ結構あれでしたね。久しぶりに来ましたけど、パキスタン系と、まあ、ウエスタン系が融合しているような、まあ、よくあるホテルビュッフェなんで、まあ、それはやっぱカラチでもここはトップクラスのホテルなんでそういう感じかなと思うんですけど、全く食欲わからない多分ですよ。想像で言うと今日もお昼も夜も多分たらふく食べさせられるんですよなので朝はちょっともう抑えめでいいかなというところでですね、こんな軽食にしたんですが、まあでもこんな感じでね、ご覧いただいた通り一通り日本人のね口にも合うものはあると思いますので、まあ、カラチの街中はちょっと置いといて、ホテルでは、安心して朝食は食べれるのではないかということでレポートとさせていただきます。今日もどんな一日になるかということですが、まあね、はい、というわけで、私の世界一周のホテル紹介編のね、まずその1でございますね。パキスタンのカラチから、アバリタワーズカラチご紹介させていただきました。しばらくこのエリアのホテル紹介続きますのでお楽しみに。さて、続いてですね、私がやってきたのは中東のオマーンでございます。オマーンの、地方都市ですね、サラーラという町におります。場所でいうとイエメンとの国境にちょっと近いあたりでしょうか。でここで私が滞在するのはですね、ヒルトンサラーラですね。安心のヒルトンブランドのホテルがあったので、とりあえずちょっとよく分かんないけど、ここをチョイスしたという、ヒルトン選んどけば変なことにはなんないから、外れはないかなというような感覚でですね、選んだという次第でございます。見ての通りね、もうほんとちっちゃな町という感じなんですけど、リゾートだけは立派でね、リゾート客が多いのかな、この場所は。着いたみたいだけど、もうここが入り口か。ね。ヒルトンマーク。すごいなんかいい雰囲気。こちらのホテルちょっと楽しみで、ちょっとあれかな、年季は入ってるかもしれないけど、いやでもまあ十分でしょう。
いたしました。なんか中東のリゾートって感じですね。とりあえず後で時間あったら探検もねしてみましょうか。ハロー。さあウェルカムドリンクもいただきました。チェックインもスムーズ。さすがヒルトン。さあお部屋に参りましょう。なんかこうリゾートな雰囲気がプンプンするホテルだよね。いい感じ。私の部屋はここ243、一番奥だね。さて改めましてお部屋をちょっと解説しますと、ここがバスタブがついて、シャワー兼お風呂バスタブって感じね。このあれだね、ブランドはよくヒルトンで最近見かけるやつだと思う、多分。なるほど。そして一個だけ言うとやっぱここリゾートなんだね。だからパソコン用のデスクみたいのはないんだね。でここ開くのかな。開いてた。おお、素晴らしいじゃないですか。これはいいね。ちょっと向こう側にねサラーラの港があって、物流のねコンテナターミナルがあって、もう目の前はなんか砂漠みたいな感じだね。でこっちへ行くとあそこに見えるのがプールかな。ちょっと拡大してみようかな。ね。なるほど。ちょっと散歩してみましょうか、せっかくだからね。さて、こっから出れるのかな。こういう感じね。コンパクトだけど気持ちいいね。なるほど。こういうプールがあって、なんか滑り台もあるんだ。なんかほら、来たよ。そして、また夕焼け時が美しいね、ここは。で、こっちへ行くと、なんかちょっとしたプチ砂丘地帯って感じだね。おお、開放感ある。なんかずーっと向こうまでね、ビーチが続くんだね。そう、こっち側からホテルを見るとね、こんな感じで、私の部屋はこれだね。はい。かなりいい部屋にアップグレードしてもらったんだな。
あ、で、ここは、This is a public beach だから、ここからはあれなんだ、ヒルトンの人じゃなくてもアクセスできるということなのかな。なるほど。砂も、よいしょ。砂だ。いやー、ずいぶん旅したって感じしますね。まあ、このね、ヒルトンサラーラリゾート、もうむちゃくちゃモダンでっていう感じではないんですけれども、すごいスタッフの方もアットホームだし、静かでね、なんか滞在してて本当リラックスできそうな場所って感じですかね。はい。さあ、あとは明日の朝ね、朝食をねここでいただこうと思うんで、その模様もねご紹介しようというふうに思いますが、とりあえず初日はこんなところで失礼いたします。お疲れ様でした。おはようございます。オマーンサラーラ2日目の朝を迎えました。いやー、見てくださいよ、この景色。気持ちいい朝ですね、ほんと。おかげさまでね、よく眠れまして。緑と砂と海と太陽とということで、素晴らしいコントラストだね、ほんと。なんか、今はあんま見かけないけど、さっきは結構散歩してる人もいて、確かに朝気持ちよくてなんか散歩したくなるなというような感じはしますね。僕もなのでちょっと散歩がてらね、レストラン、朝ごはん食べに行きましょうか。はい。そう、オマーンは以前マスカット泊まった時もそうなんですけど、ほんとね、海沿いが美しい場所ですよね。一瞬なんかずっと朝水の音がして、今日雨降ってんのかと思ったら、まあそれ噴水の音だったんですけど、そりゃそうか、こんなに土砂降りの雨降らないかと思って若干朝焦ったっていうのがあったんですが、はい、気持ちのいい時間ですね。またサンセットはね、夕暮れ時は夕暮れ時で美しいんだけど、朝は朝でそうカメラでうまく映るかわからないんですが、この砂漠の白い砂とね、全てのコントラストが本当いいなあっていう感じでね、散歩したくなりますよね、こういう場所は。この前の日ね、パキスタンで仕事の関係で1時間ぐらいしか寝てなかったんで、おかげさまで今日は爆睡してですね、目覚めも非常にいいです。こういうね、弾丸出張してるとどうしてもやっぱ振動比があるので、その後にね、こういうホテルでゆっくりできると、またリフレッシュして再駆動というような感じですかね。まあ、あと、動画ではちょっと、サラーラ編、オマーンね、ビジネス編、水産ビジネス編の方ではお届けしてるんですけども、向こう側に見えます、ずっとコンテナヤードといえばいいのかな。サラーラは、工業地帯でもあってね、非常に、海上コンテナ船がたくさん寄港しているというのも、興味深いとこですかね。さあ、そんなわけで、ちょっと朝ごはんを食べましょうか。はい。さて、正規の入り口じゃないけど、このね、プール側から入りましょうか。
ビュッフェかなね。まあ一応一通りね、ヨーグルト系とかフルーツ、アラブはやっぱりあれだよね、好きだよね、甘いの朝から。Good morning. Can you make two egg fried egg? Yeah, over easy. Thank you. いわゆる、まあ、ヨーロピアンスタイルといえばいいのかな。イングリッシュブレックファーストといえばいいのかな。一通りあるというような感じで、まあインド系も多いからマサラとかね、チャパティとかそういうのも置いてるというような感じでしょうか。これはチキンソーセージ、そうだね、そんな感じですかね。あ、ここに書いてあった。リリージョナルフレーバーということで、地元ということでね。ああ、釈州花とかも出てくるんだ。これもだから、今日はこの2つね、エッグプラント、カポナータ、ナスのカポナータがよくわかんないけど、あと、そうか、釈州花っていうとイスラエルのイメージがあるけど、アラブ全体でね、食されてるというような感じですかね。これがちょっとオマーンならではというか独特の料理という感じになるのかな。はい。そしてコーヒー、ジュース、ペーストリー、まあコールドスターター、サラダ系というような形ですかね。はい。さて、とりあえず卵とちょっと釈州花と、まあ、ビルフィアミューズリー、まあこんなような、あと豆かな、この辺のラインナップして、ちょっと今日はちゃんと食べとこうかなというような気分ですね。なんかね、ずっとほら、パキスタンとかだと、なんか炭水化物ばっかりで意外とタンパク源って食べれないんですよね。まあお肉は食べてるか。卵食べる機会は少なくて、まああえてですね、このホテルで若干苦手だなと思うところを申し上げるとですね、なんか食べたいものに限ってパクチーが乗ってるんだよね。だからちょっとパクチーはそうすると手が出ないなっていうのが結構ありますね。インド系の食材には必ずパクチーが乗ってますね。だから僕みたいにパクチーから逃げ回る系のね方いらっしゃったらご注意いただければと思うんですが、なんかあれだね、宿泊客見てるとインド系とかアラブ系より欧米系の方がすごい多いなという印象で、何なんだろうね、リゾートとして来てるのかな、その辺はちょっとわからないんですが、そんな印象を非常に持ったホテルでございます。さあ、でも本当おかげさまで非常にリフレッシュできたのでね、引き続き僕の旅は進めてまいろうというところですね。はい、というわけで、まああとはコーヒー飲んでお部屋で仕事したらチェックアウトという形の予定なんですが、私のね世界一周の旅、ホテル紹介編のですね、こちらオマーンサラーラのヒルトンサラーラリゾート、こちらをお届けいたしました。引き続き中近東エリア続きます。はい、続きまして同じく中東クウェートへやってまいりました。私も初クウェートです。今ね現地時間深夜4時ですので、まあ真っ暗でね、ちょっと街の雰囲気はどこまで伝わるかわからないんですけれども、そんなクウェートで私がステイするのはですね、ジュメイラ・メッシーラというホテルでございます。もう今をね、飛ぶ鳥を落とす勢いのドバイのね、ジュメイラグループね、こちらのホテルというような形です。一度ね、ジュメイラグループは泊まってみたいなと思ってたんで、あ、ちょうどもう向こうに今見えてますよね、看板が。わかる？拡大したらわかるのかな？ジュメイラって出てますよね。一度ね、本当ステイしてみたいなと思ってたんで、今日はちょっと短時間のステイにはなるんですけど、
ちょっと楽しみだなというところでございます。そうまだね、日本にはジュメイラチェーンは入ってきてないはず。2024年2月現在。でも絶対遠くない将来ね来るよ。もう多分高級ホテルチェーンだともうこれからね、例えばどこリッツ・カールトンとかマンダリン・オリエンタルみたいなとこと一緒で、ジュメイラの名前はねそのさらに上で絶対来るようなそんなホテルだと思うので、私もちょっと楽しみでウキウキしております。着いたかな、これかな、このホテルですね。ここもねビーチエリアのはずなんですよね。だからその辺はまた明日ね明るくなったらお伝えしようとは思ってるんですけれども、ずーっとクウェートの旗がきらめいてて、これが正面玄関なのかな。こちらですね。到着いたしました。ジュメイラね、正式名称はジュメイラメッシーラビーチホテル&スパでございます。さあ参りましょう。さあ隠せないゴージャス感って感じですが、センスいい感じだね。個人的に言えばこういう花も嫌いじゃないと言いますか。結構派手にお花も使ってるね。はい。これバラだよ。ね。さあというわけでチェックインしましょう。Good morning. Check in please. さあ私の部屋は5階だそうです。うわこれなんかテンション上がるよ。絶対いいホテルだと思うもんこれ。さて私の部屋はね5139アップグレードされてコーナースイートだそうです。どこで開けんだこれ。これだね。電気がいろいろあるけどマスター押せばいいのかな。あ、ついたか。よいしょ。おおいい感じじゃん。シンプルだけどすごい機能的でね、しかも広いという。ミスター国広小林ウェルカムジュメイラメシーラビーチホテル&スパって書いてあるけど、うわこんな景色あんの。ちょっと明日の朝がめっちゃテンション上がるんだけど楽しみなんだけど、そういえば下によく見たらウェルカムフルーツとスイーツも置いてありました。うわーマジか。一応今は何にも見えないよ。あーでもちょっとだけ見えるっちゃ見えるけど、一応なんか外出れんのこれ。ちょっと待ってください。出方がわからない。開きました。あ、なんかここは隙間ぐらいしかなく。うわーこれはすごいよ。でこの真っ暗なの全部海ですからね。明日の朝またちょっと見るのが楽しみですね。はい。さてお部屋に戻りますと、ここが作業机で、こっち側にスリッパも置いてあるのね。お水もあると。そして
ここがまあ収納ですね。まあ一般的な感じかな。そしてこちらがバスルームということで、バスタブ付きで、ここはここで水があると。で、トイレとシャワーという感じかな。シャワーはこっちから開けるのか。こっちから開いてるのか。で、ちなみにアメニティはアモアージュっていうの僕ちょっと全然わからないんだけど、どこのブランドなんだろう。メイドインジャーマニーって書いてあるね。こちらのアメニティキット持って帰りたいぐらい。はい、というような感じのお部屋でございます。まあ悲しいかな、短期間だからね、ちょっともったいないっちゃもったいないんですが。はあ、疲れた。まあ、こういういいホテルはあれですよね。こういう夜中チェックインすると大体アップグレードされるなっていう感覚はありますよね。そしたら案の定今日も少しいい部屋にコーナースイートっていうかコーナールームにねアップグレードされたって感じですか。本当はこういうなんかふんわりしたベッドで目覚まし時計かけないで寝たい。まあ明日は明日でねお仕事がありますし、実際ね、いやすごいなと思ったのはチェックインの時僕もう別動画でアップされてるかもしれないですけど、クウェートでイギリスのねパートナーとロンドンからここに来てるパートナーとミーティングする予定なんですよ。そしたらフロントで今日フロントの方にねさっきチェックインしてる時、その僕のパートナーがもうお待ちですよって言われて、え、そんなことまでそこまで覚えてんのちゃんと、なんで知ってんのって言ったら、いやその方からミスター小林は何時到着だって聞かれたからそれが記憶に残ってるって言われたんですけど、なんかやっぱりだからなんだろう、お部屋はもちろん素晴らしいんですけど、やっぱりジュメイラグループともなるとホテルマンもすごい一流の方がねいるんだろうなっていう感じはいらっしゃるんだろうなという感じはした次第ですね。はい。まあせっかくのジュメイラですから、まあ睡眠時間はね短いですけど朝から積極的に動こうと思ってますので、次はちょっと仮眠とって朝ごはんという形でいきたいと思います。とりあえずおやすみなさいませ。おはようございます。2時間ぐらい寝たかな。クウェートの朝でございます。ずいぶんね明るくなりましたよ。ね。明るくなるとどんな形かというのをぜひご覧いただきましょう。こんな朝でございます。まだでも今日はね、ちなみに土曜日なんだけど、なんかホテル全体はまだ眠ってるというような感じかな。ね。そして、もう片方はね、窓、開かないんだけど、カーテンを開けたんで、一応見てみると、こんな感じです。こっち側はホテルの敷地じゃないね。パブリックスペースだと、思うんだけど、なんか下には公園みたいなのもあって、そしてビーチと。さて、朝食まず行ってみましょうか。ロビーフロアの1個下がレストランというふうに聞いてますけど、あ、ここかな？ Hello, this is for breakfast? Yes. 5139. Yes. これね、ガーデンカフェ。Is okay? Thank you.
inside or outside? Inside. I'll give you the table. Is that fine? Here's my friend. Actually, he is sitting here. Okay, okay. Hi, Mr. Paul. Hi, good morning. see you. Yes. Thank you, thank you. see you. Yes. Welcome. Did you sleep Beautiful well? day. Yes. Wow. Okay. Did you? Oh, yeah, but I have just arrived around 4 a.m. or 4:30, 4 so I did sleep 2-3 hours. Same for me the previous day. Oh, really? Yeah. But it's lovely. In case of UK people, you need a visa for Kuwait. I have to get an entry visa, so when I arrive, I have to go to a The desk. same one, For same free, one. for free. They Sure, have to sure, pay sure. for it, but they want to register you. Oh, wow, it's really Yeah, beautiful. yeah. Wonderful. The omelette's lovely. Oh, yes, You're gonna I have an remember omelette. that. Yeah. Paul Iさんがsaid,オムレ I ツ。 said to the man, the chef, Uh-huh. I said, I'm going to tell everyone on TripAdvisor Sure. that the accommodation at the Jumeirah is okay, Uh-huh. Kuwait's okay, the swimming pool's okay, but the omelette Uh-huh. is magnificent. Really? Yeah. I'd love to do that. But yes, I'm really interested later on to hear about Great. your story from yesterday. Great. Yeah, really, yeah. We can talk later Yeah, on. yeah, We yeah. can talk later. So, Mr. Paul, let me take breakfast first. Yeah, please. Go ahead. So, yes. Oh, wow. すごいね、これ。ボタニカルレストラン。Beautiful, isn't it? Yes. これは何？サラダから、なんかもうサラダからして洒落てるもんね。で、そう、ポールさんからね、昨日 WhatsApp が来て、ここのオムレツマジやばい。Morning! This man is no stupid. Here, here's the praise of the best omelette in the world. Yeah, yesterday he told me, here is the best omelette in the world. Someone said, What's your name? I've got to take your Sean. Sean, I'm going to say Sean. Kuwait is okay, Jumeirah Beach is okay, the swimming pool's okay, but the omelette by Sean is amazing. So for me also, could you make the best omelette in the world? World's best omelette, please. Thank you very much. Thank you. Yes. あとは卵関係、ワッフル。これは何？なんか、まあ、ナンみたいなそういうやつかな。マールックってのよくわかんないけど。で、やっぱり、シャクシュークあるんだね。シャクシュークと、このご飯は、これを見ると、クエイティバラリートって書いてあるけど。へえ。そして、よくわからない。で、ピクルスとかオリーブとかね。でチーズ関係、フルーツと。うわー、食べたいのいっぱいある。昨日よかった、夜食べないで。これはアラビックブレッドね。本当だからやっぱり、さすがジュメイラですね。もう、ローカルからインターナショナルまで全て揃ってると。蜂蜜もね、こういうスタイルね。こうやって垂れて落ちてくるやつね。どこ？ジュースもオレンジとか、キャロット、オレンジね。そしてコーヒーがあって、こっち側行ってみましょうか、一応。なんかこっちがアジアっぽいな。これは何？これは、野菜スティックとか？そして、リムサムもあるんだ。ね、シューマイね。エビシューマイ。これも中華風のチキン、インド系ね。マサラ。そ
そしてイングリッシュって感じ。でソーセージ、最後オーツね、オートミルク。これは目移りしますねマジで。もう一個サラダエリアで興味深いの見つけたんですけど、わかるこれ。オリーブオイルもちゃんとチュニジア品とかイタリア品とか揃えてるんだね。うわー、この辺何、オリーブオイルだったら何でもいいってわけじゃなくて、ちゃんとこだわりがあるんだよっていうのがよくわかる。このバルサミコもすごいおしゃれ。はあはあ、だっていやー、この辺のねこだわりがなかなかすごいよ。This is the world best omelet. Thank you. Thank you very much. Thank you. Great, great. Breakfast. これがめちゃくちゃ美味しいんだって。ね、ちなみに一応とりあえずね、もうちょっとジュースは飲んでるんですけど、まず軽くサラダフルーツと、あとちょっともう飲みかけですけど、いちごジュースめっちゃうまいね。これをいただこうと思います。はい。まずこのオムレツからいきますか。Thank you very much. Thank you. なんかね、ケチャップも一応いただいたんだけど、この私のビジネスパートナーのポールさん曰くケチャップすらいらないって言うんですよね。これはうまいわ。確かにうまい。なんだろう。なんかね、中身をこの包み方がね、凄まじく優しい。だから、口の中でなんて言うんだろう。口の中で融合するんだよね。うわー、うまい。ケチャップつけてみても味変で美味しいかもしれない。はい、Good morning。確かにうまい。ていうかもう本当今先に入ってるね、前日から入ってたそのロンドンから来たポールさんと話してたけど、やっぱりこのホテルのそのホスピタリティっていうのがやっぱすごいよねっていう話をしてて、だから5スターとかなんとか星っていうのよく言われますけど、その星で星で計算できないプラスアルファの部分があるのがこのジュメイラリゾートだなっていうような話をしてたんですよね。いや素晴らしいよこのホテル本当に。本当短い時間だけど滞在できて光栄ですっていう感じ。僕の中ではベストホテルどこって言われたら世界でね、マンダリンオリエンタルバンコクっていつも言ってるんですけど、いやこれはそれに近しいレベルの本当快適性なんだろう。その今時って綺麗なホテル、派手なホテルいっぱいあるじゃないですか。にもかかわらずすごい気取らないでお客目線でちゃんと接してくれるって言えばいいのかな。そういうホテルっていうのが僕は本当に素晴らしいと思ってて、このホテルはそうですね。はい。もうそれがフロントの人一人とかじゃなくて、ちゃんとその姿勢がちゃんと全員に行き届いてるっていうのがジュメイラ・メッシーラだなっていう感じがしますね。やっぱり世界中旅してて毎日じゃなくてもいいんで、たまにこういうホテル泊まるとすごいリフレッシュというかリセットできるなって感じがします。もうちょっと食べたら少しホテルの中ね散歩してみます。はい。いやいや楽しい朝ごはんの時間でございました。なんかこうやってね、やっぱりよく申し上げてますけど、旅先でいろいろ出会うと楽しいですよね。さてちょっとね、最後に散歩がてら敷地内をちょっと歩いてクウェートを締めますか。本当なんかね、アラブの王様の宮殿っていうような感じですよね。そうだ、こっちから見るとどんな感じなんだろう。こんな風になってるんですね。
余談ですけど、まあ動画の順序でいうとかなり前になってるのかもしれないですけどね、この昨日ね、オマーンで飛行機の中でロイヤルファミリーと会ってねその後もメールのやり取りが続いてるんですけど、こういう宮殿に住んでんだろうなとか今思いながら歩いたりしてるんですけれども、クウェートはね、日本から遠いからね、直行便もないし、だからそういう意味で言うとなかなかよしジュメイラ・メッシーラ行こうとなかなかならないとは思うんですけれども、でもモニーたまに足を運びたいような雰囲気がありますよね。ここがプールかな。なんかアラビックな音楽が流れてて、多分私の部屋これだよね。ああ、さあちょっとお散歩を続けましょうか。こっち側にも何、ああ、イタリアンレストランとかがあるんだね。あとカフェとか、まあジムとかか。ここがミントっていうイタリア料理なの。こっちへ行こうか。あ、この先はひょっとしてあれよ、パブリックビーチとつながってるような感じなのかな。いやー、いやーとしか言葉が出ないけどすごいよね。あ、でもまだこれはホテルの敷地だね。あ、もう一個プールがあるわけ。あ、こっちはどっちかっていうとキッズプールみたいな浅めのやつかな。振り返るとちょくちょく振り返りながら歩いてますけど、こんな感じと。で、あ、ここにもキッズ用の施設があるのね。贅沢な子供だなこんなところに。まあでも確かにさっきからレストランで見ててもファミリー系の利用者結構いるもんね。あ、これあれだ、パブリックビーチじゃなくてプライベートビーチになってんだ。へえ。グモーニー。ちょっと靴を汚したくないからこれ以上は入らないですけど、ペルシャ湾ですよ。これだけ見たらなんかあれだよね、ほんと。もう今から何年前になるの？ 40 年前？湾岸戦争っていつだろう。もう35から40年前ですよね。とは、そんなことがあったとは。っていうか、この YouTube ご覧いただいている方で湾岸戦争って言ってああ覚えてるって人どれぐらいいらっしゃるかわかんないけど、さあ一番海沿いまで到達しましたが、うわー、ほら高級コンドミニアム系もたくさんあるよね。で、あっち側が経済的な中心なのかな。ちょっとズームしてみるとね、こっち側が多分経済の中心っていう感じになるのかなと思うんですけど、はあ、潮の香りがいいですね。せっかくだから一番奥まで行きましょうか。マリンスポーツ系も楽しめるとそういう感じなのかな。
ね、日によってプールに行ってもよし、ビーチでもよしという感じでしょうかね。まあとにかく繰り返しになりますけど、見た目の派手さが目立ちますが、それより本当素晴らしいのはホスピタリティですね。スタッフ一人一人にそれが染み渡ってるのがやっぱり5つ星6つ星って言えばいいのかな。星だけでは表現できないプラスアルファを持ってるホテルだと思ってて、このホテルはそれですね。だから僕なんかが世界一周してるとやっぱり疲れるわけですよ。夜中移動したりね、むちゃくちゃな自分でも分かってるんですけど、めちゃくちゃなスケジュールで、そういう時にちょっとここで一回心を整えてリフレッシュできるっていうホテルはすごい貴重で、このホテルもそうですね。いやー素晴らしかった。なのでまあ次ね、いつ機会が来るかはわからないですけれども、本当今回のホテル紹介編の中でも多分自信を持ってお勧めできるホテルの一つじゃないかなというふうに個人的には思っております。はい、というわけで、私のちょうど最後これをバックにね、私の世界一周のホテル紹介編クウェートジュメイラ・メッシーラでございました。ね、リンクもついてるんで、もしご興味あればぜひご覧ください。中東のホテルはね、あともう1箇所行きますので、お楽しみに。さあ、私のこの世界一周出張のホテル紹介編もね、中東は今回が最後ですかね。バーレーンの首都マナマにやってまいりました。バーレーンはね、まあ本当今後経済発展期待される、まあ人によっては第2のドバイになりうるというポテンシャルを持っているなんていうふうにも言われている国ではございますが、そのバーレーンでね、私がステイするのはザ・マーチャントハウスというホテルです。正直言ってよく分かりませんが、いろいろ調べてて、なんかすごいおしゃれなブティックホテルなんですよね。で、まあもう別動画でご覧いただいたかもしれないんですけど、今日は僕もバーレーンで束の間の休日という形なんでね、なので、ちょっとたまにはブティックホテルみたいなところでゆっくりするのもどうかなと思ってですね、ステイしてみるというような形です。そんなに遠くないんで、あと多分5分10分で到着じゃないかなというようなところですね。はい。さあそろそろっぽいんですけれども、今私のスマホのローミングの調子が悪いんで、自分でもどこに向かってるかさっぱりわかんないんだけど、この辺なのかな。this one。これ。なかなかおしゃれ。ね、上の方に書いてあります。ザ・マーチャントハウス。なんか結構おしゃれ。looks nice。すごいなんかアーティスティックだね。ほら。へえ。凄まじくおしゃれ。で、これがフロント。わあ。しかもお花も上にあるっていうね。すべてがおしゃれだね。This is cafe。ここがカフェだって。当然今の時間は営業してないですけど。うわここはいいわ。ね。なるほど。このホテルは当たり臭がプンプンする。なんかすっごいアーティスティックなホテルですね。私の部屋は305。305はどこだろう。ここか。この305。
おお。あ、これここに入れるのかな。これはやばくないですか？マジ、ここなら住めるわ。ちょっとしたもうコンドミニアム状態だね、ほんと。へえ。いや、なんかそういえばね、フロントでちらっと聞いた。このホテルだけで300弱絵があるんだって。絵を飾ってんだって。へえ。もう全てが憎たらしいっていう言葉は正しくないけど、凄まじくおしゃれ。で、こっち側がベッドルームと。あ、テレビもこっちにもあるし、リビング側にもあると2つ置いてるんだ。はあ。で、ここがシャワールームと。まあまあ、ここは普通だけど、まあでも、やっぱりね、何かとおしゃれ。で、初めて見るブランド、レンのアメニティがあると。なるほど。いやいや、驚きましたね、このホテルは。素晴らしいわ。なんか聞いたところによると、ピカソライブラリーって言ってたかな。なんか別フロアでライブラリーがあるんですって。で、朝食はね、なんか一番上のルーフトップフロアにあるということで、うわ、なんかね、すっげえ楽しみ。もう夜中の12時半ですから疲れるんですけど、疲れを忘れるぐらいのこの素晴らしいホテルですね、ここ。ちょっとね、明日の朝もね、引き続き、このザ・マーチャントハウスのステイの模様をね、滞在の様子をご紹介してまいりたいと思いますので、とりあえず今日はここまでということで、はい、お疲れ様でございました。おはようございます。バーレーン、ザ・マーチャントハウス、2日目の朝でございます。まずはね、朝食参りましょう。どうでもいいけどね、ベッドで寝違えた。首が痛い。久しぶり、1週間ぶりに3時間以上寝れたって感じです。とにかく、うわー、これはすごい。あ、なんかね、ビュッフェではないんだって。全部こういうメニューがあって、そこから選ぶというような感じらしいんですけど、わーお、見て。Morning, wow, beautiful. ここやばい、マジ。何デザインがすごすぎて。ね。あらゆるところにこういう絵もかかってて。また、バーもバーでね、バーカウンターもテンション上がってすぐ酔っ払いそうなデザイン。それで、ちょっと外も一応ね、まあまあ、場所はね、街の中心だから景色としてはそんな大したことないですよ。でもまあ、そういう問題じゃないもんね。いやー、驚きました。あ、こっちもあんの？これはまさかプール？あ、プールも一応だって失礼ながら、ついてるんだね。ちっちゃいながら。そして、ここから外を見てみましょうか。まあ、外の景色はね、ちょっと滑らないように気をつけないと。
今日もねバーレーンはいい天気でございますけども、さあそんなわけでよいしょ、どこ座ろうかな。オープンテラスの方が気持ちよさそうだ。オープンテラスの方がね気持ちよさそうだよね。この辺座らせてもらおうかな。Oh, thank you very much. Enjoy. 今フルーツいただいてますけど、こんな感じでね、ここはアラカルトから好きなものを選んでいいって言われたんで、フルーツ、ジャム、パン、ペーストリー、そしてエッグベネディクトという感じでいただいております。調度品も見て、これなんてめっちゃ可愛い。いや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 、参りましたよ、本当このホテルには。いやー、それにしても本当驚きました。すごいクオリティのホテルがバーレーンにありましたね。いや、確かにネットで予約とかしてて、すごい評価の高いなホテルだなとは思ってたんですよね。でも来てみたら本当、この前もね申し上げましたけど、このアーティスティックな雰囲気ももちろん素晴らしいんですけど、やっぱスタッフ一人一人のホスピタリティね、これもね、ブティックホテルってどことは言わないですけどたまにあるんですよ。すごい綺麗なんだけど、対応めちゃくちゃとは言わないけどね、みたいなところあるんですよ。ほら、こんなにおしゃれなホテルだから文句言うなよみたいなところあるんです、実際。どことは言わないですけど、でもこのホテルがすごいなと思ったのは、本当もちろん雰囲気からも素晴らしいんですけど、一切手を抜かないですね。ホスピタリティまで含めて最後の最後までなんていうのかな、とことん満足させようっていうね。ブティックホテルってだから表現が良くないかもしれないですね。もうスモールラグジュアリーって感じ。いやー、ここはね、本当僕の動画のバーレーン編でもどんな紹介してるかわかんないですけど、でも第二のドバイね、バーレーン、もしね乗り継ぎとかでバーレーンにステイする機会があれば、ぜひおすすめしたいですね。皆さんのYouTube ご覧いただいている皆様、本当ね、目の保養にもなるけど、スタッフの対応でこの心の保養っていうかな、その両面でね、すごいリセットできる、リフレッシュリセットできるホテルじゃないかなっていう感じがします。食べ終わったらちょっと最後にアートなフロアがあるらしいんで、それをね最後にご紹介して、このホテルの紹介しましょうかね。Brilliant、パーフェクトって感じ。素晴らしい。さて最後に噂のアートなフロアを見てみましょうか。中入れよって感じ。これはすごいよマジで。ちょうどここから下を見下ろすと受付って感じだね。フロントレセプションですね。いやいやいや、恐れ入りました本当。誰がオーナーなんだろうね。こっから見ると余計ほらすごいよ。ね。なるほどね。で、こっち側が、ライブラリーっつってたね、さっきそういえば。さっきっていうか昨日。こ
こがライブラリーエリアなんだ。うわー、ほんとね、このホテル100点満点。しかも置いてる本のセンスがいいよね。やっぱりこういうの職業柄興味あるけど大丈夫かな。ワンダープランツジャングル、Your Urban Jungle Interior。なるほどね。うわ、ちょっと手が届かないんだけど。The Flavors of Arabia とかね。こういうホテルはやっぱりいつもの僕みたいな一泊はダメだよね。今更ながら。やっぱり滞在型でゆっくりした方がね、本当になんか自分で言うのもなんなんだけど、上積みすくってるような感じがしていやー、驚きました。ね、今回の世界一周のホテル紹介編でも、例えばオマーンのねリゾートホテルとか、昨日泊まったクウェートのリゾート、まあもちろんこれはこれで素晴らしいんですけど、ね、同じ中東のバーレーンにこういう落ち着いた大人のブティックホテルがあったっていうのも、またやっぱり中東のなんていうんだろう、ホテルのレベルの高さ改めて感じたっていうところですね。はい。いやー、ただただ驚きました。本当バーレーンね、それこそカタール、カタールとかドバイからだったら飛行機で1時間もあれば来れますし、もしなのでね、ドーハとかドバイ使う方はやっぱ今多いと思うので、空き時間あったら、そうだ、バーレーンに行こうという感じでですね、こちらのホテル利用してみてはいかがでしょうか。というわけでですね、私の世界一周のホテル紹介編、バーレーンの首都マナマ、泊まったホテルはザ・マーチャントハウスでございました。長かった中東編もこれでおしまいでですね、次は一気にアフリカへ参ります。さあ皆様、毎度おなじみケニアにやってまいりました。この2024年2月、灼熱のケニアですよ。今日何度っつった ?34 度とかあるみたい。とんでもなく暑いんですけれども、さてそんなケニアの首都ナイロビでございますが、私がステイするのはですね、ムーベンピックナイロビですね。ムーベンピック、スイス系だよね。アイスクリームとかでも有名ですけど、スイス系のホテルで、日本にはないんじゃないかな、まだ。ヨーロッパ、アフリカ、アジアも結構あるかな。ムーベンピックホテルグループっていうのがあって、その中の一つムーベンピックナイロビという形になるんですが、私初めて泊まります。理由はですね、ちょっと大人の事情というか、ちょっと仕事の関係でそのホテルに泊まらざるを得なくなったということでですね、ムーベンピックに泊まる次第なんですが、場所で言うとですね、これウエストランドって言って、もう着いたのかな、ね、このロゴのムーベンピックね、ウエストランドって言って、ちょっと富裕層のエリアですね。日本人駐在員とかもいっぱい住んでんじゃないかな、今。昔は大使館の人とかね、ムーベンピックじゃない、ウエストランドに住んでましたけど、そんな若干富裕層エリアのムーベンピックでございます。はい、そこに今日は泊まるという形ですね。で、アフリカといえばですよ、もう私は今恐怖心と戦ってましてですね、大丈夫かな、ゴキブリ出ないかな。で別動画で登場するんですけど、その人との関係で今日ムーベンピック泊まるんですけど、去年もムーベンピック泊まった日本の方でね、聞いたらゴキブリは出なかったということなのでね、じゃあ大丈夫かなと思って、私もちょっと信じて
今ムーベンピックに参るところです。お、信号系ね。まあセキュリティチェックケニアでは普通なんだけど。さあこちらがロビーですか。コンパクトな感じだね。なるほど。なんか大きい絵もあったりして、とりあえずチェックインしましょう。ジャンボチェックイン。ここはね、荷物を持ってきてもらいましょう。重いっていうのもあるけど、万が一ね、部屋入った瞬間ゴキちゃんがいると大変だから。わーお、ナイスルーム。あら、なかなかいいじゃない。わー、グッド。そう、ノーコクローチ。ノーコクローチ。ギャランティー、ギャランティー。わお。いいじゃない。素敵なお部屋。ね。Dear Mr. 小林ということで。Oh, this is like a kitchen also. Yes, we have like a mini kitchen here. Okay, and here's a toilet and shower. 今日はバスタブないのか。あったらもっとよかったんだけどな。まあいいや。贅沢は言えない。そしてこちらの、ちょっとよくわからないけど、アメニティキットでございます。いいね、この部屋。全然あり。OK。Thank you。ちなみに、お外の景色も見てみましょうか。せっかくだから。こんな感じね。まあ、取り立ててないですけど、静かかな。そんな感じはしますね。あと、これがあれかな。ここで仕事して、なんかこういうね、これなんていうんだっけ、ドレッシングでもいいし、ここのカウンターテーブル使ってお仕事してもいいかな。はい。いやいや、ほんと疲れましたよ。長旅でした。しかもほんと暑いの、ケニアが。疲れた。でもなんかこのベッド、比較的硬くていいな。YouTuber あるあるなのかな、旅系 YouTuber あるあるなんだろうと思うんですけど、もう自撮り棒で撮りすぎて、もう首が張りまくってんですよね、肩首が。で、だから一生懸命こうやって揉んでるんですけど、自分で。なかなか首がもう旅出てね、1週間も経つと回らなくなってきて、相当きついんですけど、今日はベッド硬いから比較的寝やすいかもしれないですね。はい、というわけでですね、ここからは結構、ここからってこともないかな。とりあえず、この、ケニア・ナイロビ、こちらはですね、ちょっと仕事の関係で素泊まりということになります。なので、朝食とかのご紹介は特にないという形になるんですが、まあ、見た感じ、むちゃくちゃ新しいわけじゃないんですけど、十分な清潔感があって、いい部屋だなという印象ですね。はい。そんな感じかな。だから、全然選択肢として、料金もいつも泊まるホテルよりはちょっとリーズナブルなところもあるんで、結構おすすめかなと思います。ただ、周りに何もないから、もしどっか外食行きたいとかってなると、車がない人はね、なかなか厳しいかもしれないです。その点だけは一応触れとこうとは思うんですが、でも、泊まるだけだったら全然このホテルいいです。はい。ありありあり。だと思うので、今日僕もゴキブリ気にせずね、安心して寝れそうだなというところでございます。はい。というわけでですね、私の世界一周のホテル紹介、ケニアのナイロビは、ムーベンピックナイロビ、こちらをですね、ご紹介させていただきました。この後またですね、長距離移動なんです、実は。はい。次はですね、なんと、南米行きます。アフリカから一気に。一気にですよ。せっかくアフリカ来たのに、このケニアのナイロビだけですよ。もったいないんだけど、次はですね、南米参りますんで、はい。南米でお会いしましょうということで、とりあえず、ケニアからは以上です。お疲れ様でした。
さあ続きましてですね、私の世界一周ホテル紹介編、南米に来ましたよ。南米チリの首都サンティアゴでございます。勝手知ったるチリでありますが、今年初めてですね。さあそしてそんな、チリでですね、私がステイするのは、ビタクラという地区にあるダブルツリーですね。ヒルトン系ですね。ダブルツリーサンティアゴかな。はい、こちらにステイいたします。サンティアゴでは僕の常宿の一つかな。サンティアゴだと大体ダブルツリーか、もしくは、インターコンチネンタルにステイするような感じなんですけれども、料金的にはねダブルツリーの方が安いのと、あと滞在時間とかね、もろもろコストパフォーマンスを考えるとこっちかなというところで、今回はダブルツリーにね、ステイするというような次第ですね。今日のチリはなんか曇り空って感じで、寒いイギリスから来たんでちょうどいいぐらいの感じかな。さあ到着いたしましたよ。いやいや久しぶりにホテルで寝れるダブルツリーバイヒルトンかね、こちらでございます。グラスです。さあこちらがロビーだけど、すごいねコンパクトなホテルなんで、ちょうどご覧いただいている突き当たりがレストランになるんだけど、フロントはちっちゃいですね。Hola, buenos días. Hola, buenos días. Check-in, por favor. Claro. さあ私のお部屋はね1303ということで、鍵をさして、おお広いっていうか悪くないね。普通の部屋っちゃ普通の部屋ですけど、でも十分かな。ベッドがあって、ソファー兼ベッドみたいなのがあって、でパソコンのね作業用のテーブルもあるというような形ですか。一応せっかくなんで外も見てみましょうか。今日はね曇り空のサンティアゴですけど、ここ本当街のど真ん中なんで、見えるのはほとんどは建物っていうような感じになるかな。景色的にはそんなに突筆すべきものはないんですけれども、はいこんな形でございます。そして一応全ての部屋というか設備を見てみましょうか。ちょっと暗いかな。これをつければいいかな。でこちらが、バスルーム。ここは確かお風呂はないんだよね。だからシャワーとこっちがお手洗いかな。お手洗いですね。そんな形です。いやほんとね疲れましたよ。でも本当ヒルトンオーナーズのね、僕ダイヤモンドなんですけど、ダイヤモンド特典で朝11時にはチェックインできましたし、かつ、水とかね、お水とかも全部用意していただけるという形で、そしてダブルツリーホテルといえばこれですね。ウェルカムクッキーね。太るやつです太るやつなんですけど、せっかくだからちょっと一口食べますか。そうここに限らずダブルツリーチェーンに泊まると、日本のダブルツリーはどうなのかなちょっと分かんないんですけど、下品ですみません。こちらねチョコクッキーでございます。美味しい。本当機能的でね、個人的には全然申し分ないホテルだと思ってます。はい。なのでサンティアゴで時間はかけられてるんですけれども、有意義な時間が過ごせればなと思っているところですね。はい、というわけで、こちらのホテルはね、一応明日の朝、朝食をとる予定です。なので、また最後にね、朝食の模様をご覧いただいて、それで、以上という形にするつもりでございます。とりあえず、初日はここまでとなります。お疲れ様でした。おはようございます。サンティアゴダブルツリーバイヒルトン朝でございます。朝食にね参りましょうか。ボノディエス。朝食会場はねこちらでございます。Buen día. Hola. 1303. 1303. Sí. 1303. Sí. ¿Una persona? Sí. Ok. Gracias.
すごい見ておしゃれな雰囲気。いいよね、なんか。一応せっかくなので見学から行きましょうか。ほんとね、ここのダブルツリーはすごい朝食が充実してて、まずほらフルーツからして超いっぱいある。チリといえばやっぱりイチゴとかもね産地だからね。あとはどうしよう、こっち行きましょうか。こっち側がまあペーストリー系だよね。パン関係があるというような感じでしょうか。まあまあ何でもありますよ。クロワッサンとかね、デニッシュとか。そしてこっち側がサラダ系とか。チリといえばねやっぱりアボカドの産地でもあるからね。アボカドとかで、あと、まあ、ハムチーズ系とか、あとこれたまにあるよね、ホテルによっては。絞りたてオレンジジュースね。そしてこっち行ってみましょうか。こっちはホットミール系かな。スクランブルエッグとか、まあ言えば確か作ってくれるはずですけどね。ソーセージ、ベーコン、野菜とポテトというような感じですか。そんなところかな。あとね、このホテルではあんまりないけど、チリはね、やっぱあるね、ほら。チリといえばこれですよ。なんでだろう。やっぱラテン系の人って朝から血糖値上げたいのかな。結構ね、コーヒーとケーキを食べる人とかいらっしゃったりしますよね。なので、この辺もちょっとラテン系の特徴的な朝ごはんのような気がしますかね。はい。そんなところで、チョイスしましょうか。さあ、私の朝ごはんはですね、一応こんな感じでチョイスしてみました。右上から、グラノーラヨーグルトですね。そして右下、時計回りに、スクランブルエッグとソーセージ、フルーツ、サラダ、チーズということで、チリっぽいものをチョイスしつつ、なるべくバランスよくって感じですかね。何せね、ずっと機内泊とか、朝から仕事とかでホテルでご飯食べたのいつ以来だ？バーレーン以来か。あれ、バーレーンって何曜日に泊まったんだろう。バーレーンって、バーレーン泊まったの何曜日？日曜の朝か。5日ぶりぐらいにまともに朝ごはんを食べるっていうような感じなんですけど、こんな感じでいただきます。食レポはいいですかね。皆さんご想像の味というような感じですかね。はい、というわけで、こちらをいただこうと思います。はい、というわけで、朝食も終えてですね、最後、コーヒーで一息と。ダブルツリーホテルって、アメリカとかにね、よくあるんですけど、もうちょっとホリデーイン寄りというか、そういうラインのホテルのようなイメージがあるんですよね。でも、このサンティアゴの WT は、結構だから、特にこの朝食会場とかも充実してるし、グレード感で言うと、同じヒルトングループで言うと、最上位にコンラッドが、最上位というか上位グループにコンラッドがあって、ヒルトンがあって、ダブルツリーがあって、その下にハンプトンインっていうホテルがあるんですよね。で、通常ダブルツリーってどっちかっていうと、アメリカとかだとどっちかといえばハンプトン寄りのところが多いです。全体的に。なんですけど、ここのダブルツリーはどっちかというとヒルトン寄りかなという感じなので、若干、なんていうんだろうね。上位互換というか、ダブルツリーブランドのお得な料金の割にはすごいコストパフォーマンスの高いホテルじゃないかなって感じですかね。はい。なので、特に街の中心部ですし、比較的、チリはもともと治安はいいんですけど、そんなチリの中でも比較的安全な場所だと思うので、もう本当僕も、昨日見ててもやっぱ、日本人で滞在客何人か見かけましたけど、全然日本の方が泊まって、違和感なくステイできる立地含めてね、場所じゃないかなというふうに思います。はい。
じゃあコーヒーも飲んだし、そろそろね仕事へ行きますかというところになるんですが、この私のね世界一周のホテル紹介、南米チリに参りました。ご紹介したのはダブルトゥリーバイヒルトンサンティアゴでございます。もしご興味あればねぜひチェックしてみてください。さあ、私のこのねホテル紹介編もいよいよですね、次が最終回になります。最後になります。次はですね、一気にまた北上いたします。順調に行けばになりますが、アメリカ合衆国からお届けする予定です。それでは。さあ、私のね、世界一周のホテル紹介編もいよいよ最後でございます。アメリカオハイオ州だね、シンシナティです。ちょうど今ね、向こうに見える高層ビル街がシンシナティの街です。まあちなみにこっちはねまだケンタッキー州なんでね、もうちょっとしたらオハイオ川を越えると思うんですけど、越えるとそこからが、オハイオ州という形でシンシナティということになるんですけれども、そんなですねシンシナティで私が今日泊まるのは、シンシナティアンホテルというキュリオコレクションバイヒルトンということで、キュリオコレクション何回かね僕のこの動画でも泊まった記憶がありますが、ヒルトンのちょっとなんて言うんだろう、ブティック系というかラグジュアリ系のブランドですね。はい。以前ドバイで泊まったかな、確か。シンシナティアンホテル自体はですね、おそらく100年以上の歴史を持つホテルだと思うんですけれども、ちょっと経緯は分かりませんが、今はキュリオコレクションバイヒルトンの1ホテルという形になっているようですね。はい。そんなシンシナティアンホテルにですね、今向かっているところでございます。ちょうどここからあれかな、オハイオ川かな。ちなみにオハイオ川はですね、ミシシッピ川の支流でございますけれども、いやーどうだろうな、どうだろうっていうのはね、ミシシッピ川にあんまりいい思い出がないね。どう、綺麗？まあこんなもんかな。以前ねミシシッピ川の下流ですけど、ジャズで有名なねニューオーリンズにステイしたことあるんですよね。私川沿いのホテル泊まりましたよ。某ホテル泊まりましたけど、夜にね、ゴキちゃんが出ましてですね、川沿いあるあるって言ったら川沿いあるあるなのかな、出てですね大騒ぎした記憶がございますが、なんかこれはこのスタジアムは何なの？野球なのかな？野球っぽくはないよね。どうなんだろう、ちょっと全然分かってないんで、野球だったらごめんなさい。そんなわけでね、ちょっとその川沿いの街っていうのに少しアレルギーというかちょっと苦手意識があるのは事実なんですけれども、そんなわけでね、間もなく到着というようなところですね。でもね、幸い今冬だからね、ゴキちゃん出ないんじゃないかなと信じてますけど、さあどうでしょうかというところですね。そう、ちなみに今日だってマイナス2度だよ。今マイナス2度。これはこれでちょっとね寒すぎでしょうっていうのは私の本音です。はい、そんなわけで間もなく到着でございます。今日は週末だからかな。今日ちなみにね土曜日です。2024年2月土曜日なので、ちょっと街全体が静かな感じですね。さあほぼ着きましたかね。今左手に映ってるベージュ色の少しなんか歴史というか趣をね感じさせるこの建物がシンシナティ Yes, this one, thank you シンシナティアンホテルかと思います。なかなか素敵じゃない。到着いたしました。こちらねザ・シンシナティアンホテルということで、ちょうどライオンさんが守ってる守り神のような感じだけど、意味はよく分かっておりません。そしてこれねキュリオコレクションバイヒルトンということで参りましょう。Thank you very much。 わー、なんか素敵じゃん。超素敵、おしゃれ。ちょっと後で探検してみましょうか。とりあえずチェックインしてね。
わあ、すごいなんか歴史を感じ。Oh, thank you very much. Wow, it's beautiful hotel. Thank you. ちょっと今チェックイン待ちなんで、今のうちにちょっとお散歩してみましょうか。ここがちょっとしたロビーラウンジかな。とはいえ、すごいセンスいいよね。そしてこっちもすごいなんかアメリカの良いところを出しているというかね、格調高さを出しているホテルですね。ニューヨークとかにたまにあるようなね。へえ。ここは何なんだ、ちなみに。ここはレストラン、カフェか。なんか地元のロースターがやってるカフェがあるってホテルの中って書いてあったけど、ここのことですかね。後で時間あったらちょっと利用してみましょうかね。そしてこっちがマーベリックス。今空いてないかな、多分ね。空いてないけど、ちょっと見てみましょうか。こんな感じでね、なんか素敵なバーって感じだよね。ちょっと僕の滞在相変わらず弾丸だから、ちょっとバーでゆっくりできる時間があるかは分かんないんですけど。なるほど、マーベリックね。だから結構ここのホテルで全然普通に滞在型で過ごせるような雰囲気があるよね。上までね吹き抜けになってるんですよ、これ。ほら、こんな感じでね。ね。よく考えたら裏回んなくてもここからカフェに入れたんですね。大変失礼しました。そしてまたフロントへ戻ると、なんかねお部屋がちょっと空いてないっぽくて、今フロントのお姉さんが調整中でございます。さて私のお部屋はですね430でございます。なんかヒルトン同じ特典でアップグレードしていただいたっていうんですけど、入ってみようと思いますが、なんかこれ見て、キーカードからしてちょっとかっこよくない？ヒルトンっぽくないっていうか、ちょっと期待大。どうでしょう。おー、いいじゃん。おしゃれなお部屋じゃないですか。でこちら側があれ、ベッドが何両方にあんだ。ツインベッドでもいいです。その部屋の空いてる関係でツインベッドの方用意したけどいいですかって、こういうことね。いやいや全然いいんだけど、これで。なるほど。でここの真正面がパソコンとかの作業スペースっていう感じかな。なるほど。でちなみにぐるっと回ってですね、こちら側が今ちょっと私が荷物を置きましたがソファーというような感じですね。でここがバスルームということで、電気はここにあるのか、これかね。これは奥の方にトイレとバスタブ付きのシャワーがついているというような感じですか。なるほど。そしてここはクローゼットなのかな。これは何？ここ何？部屋？こういう感じで何？テラスっちゃテラスか。そっか。街には面してないわけね。だからこんな感じで先ほどの吹き抜けのところに出てくるわけですか。ちょっと高所恐怖症の方申し訳ございません。下を見るとですね、こんな感じですね。なるほど。そして上を見上げると
ちょっとでも開放感があっていい感じですね。ね。なるほど。そっか。じゃあ、そうそうそう、ちょっとね、アーリーチェックインなんですよ、今日。お昼についてるんで。でも僕からしたらもう、この先の予定とか考えたらもうお部屋用意していただけるだけありがたいっていう感じなんでね。とりあえず、そう、これで十分すぎるお部屋ではないでしょうか。ね、シンシナティアンホテル。ここを開けても、同じだよね。こうやってカーテンで要は仕切られてんだね、プライバシーとして。でもまあ見える景色としては基本同じですね。はい。まあもし時間まで待ってたらもっといい部屋だったのかもしれないんですけど、でも十分すぎるお部屋じゃないかなというところでですね、今日残念ながら明日ね、もう早朝チェックアウトなんですよ。だからちょっと朝食の模様とかはお届けできないので、ここまでという形になるんですが、私の世界一周の旅ホテル紹介編のですね最後になります。アメリカ合衆国オハイオ州のシンシナティでステイしたホテルはシンシナティアンホテルバイクリオコレクションバイヒルトンかな。はい、こちらでございました。はい、というわけで、私の世界一周のホテル紹介編、最後までご覧いただきましてありがとうございました。また例によってね、ちょっとでも参考になることありましたら、いいねとですね、チャンネル登録をポチッと押していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そして、旅にご興味のある方へ、私、小林邦弘の YouTube メンバーシップのご紹介です。毎週末メンバーの皆さんとライブでワイワイ盛り上がっております。特にですね、中心は私の世界一周のノウハウを皆さんに一挙公開共有しようというもので、進行中のね、旅の設計についてもお話をしております。やっぱりね、いろいろノウハウがあります。世界中を旅していると。なので、そういったノウハウ、ホテル、空港の選び方から始まってですね、各地で旅するポイント、こういうところをね、皆さんに惜しげもなくお伝えしていこうというような次第です。さらにですね、その週に私がピックアップした旅ネタの掘り下げだったりとか、旅に持っていきたいおすすめの本、さらには、皆さんからいただく質問一般ですね。今度どこどこ行くけどおすすめはみたいな、こういったことにもとことん答えていくというような形になります。この小林邦弘チャンネルのですね、メンバーになるのボタン、こちらをぜひポチッと押していただきまして、次回のライブより皆さんのご参加をお待ち申し上げます。そして海外ビジネスにご興味のある方へ、私小林邦弘の LINE アカウントのご紹介です。こちらでは主に経営者事業主の方へ向けて YouTube では発信していない海外ビジネスの情報、こちらをお届けしております。もちろんね、経営者の方だけでなく、これから海外ビジネス頑張りたいという方も大歓迎でございます。概要欄に LINE アカウントのリンクつけております。ぜひこの機会にご登録ください。そして最後に、海外で国内でビジネス英語のスキルを高めたい方へ、私小林邦弘のイングリッシュプログラム KBE 小林ビジネスイングリッシュのご紹介です。私自身が世界中でね仕事をしている中でやっぱり感じることとしてですね、ビジネス英語を高める最短距離は何なんだろうと考えるとですね、やっぱり正しいシナリオでトレーニングを積むこと、これじゃないかなと思う次第です。でその観点でこの KBE 小林ビジネスイングリッシュでは、私小林邦弘自ら作成監修したたくさんのシナリオを用意しました。旅ですね、飛行機、空港からね、ホテル編でそういうところで出会うトラブルから始まって、あとやっぱ一番重要なのはやっぱ交渉ですよね。現地での打ち合わせ、あり得るシチュエーションをたくさんシナリオをね用意しましたので、このシナリオに沿っていわゆるロールプレイングしていただくことによって、ビジネス英語能力というのは格段に上げていただくことができるんじゃないかなと思う次第です。もちろんね、このご時世ですから海外でだけではないですよね。国内で、外国のお取引先が来られるということもあると思います。こういったことにも当然対応したシナリオになっているというところになります。この KBE 小林ビジネスイングリッシュの LINE アカウントも同じように概要欄にリンクついておりますので、ぜひねこちらもお気軽にポチッとご登録いただけると嬉しいです。そしてこの動画がアップされた現在は、無料体験会の方も行っております。さらにですね、無料体験会にご参加いただいた方には、私小林邦弘がこちらも作成した、ビジネス英語上非常にメリットのある特典、これもねご用意しておりますので、ぜひこちらもご活用いただいて KBE でね英語力磨いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。今回は以上です。最後までありがとうございました。